や大山まではあと何里じゃ。まずこういう滝に打たれてきれいにします。めっちゃプールだね。ガイドの志村と言います。はい。今日いろいろ資料をお見せしながらやっていきますのでよろしくお願いします。まずここは両弁滝、大山寺というのがこの奈良の東大寺の僧正であった両弁僧正という方が、来て開いたと言われていまして、開山の祖と言われています。755年奈良時代、雨降る山ということで人々の信仰を集めてたんですが、ここに新神様と仏様を一緒になった大山寺というお寺と、山頂に石尊大権現大山阿夫利神社という大宮を2つ設置して、歴史がスタートしました。一番賑やかだったのは江戸時代の頃です。で、大山参りということで、大山に庶民の人たちが豊かに平和で暮らせるようになったから、物見遊山ということで、大きなお寺や神社にお参りに出かけるという口実で、慰安旅行に出かけるようになりました。それで東京から17里、72キロ、非常に近いところにあるんで、江戸からの人たちがたくさん訪れるようになりました。歩いてきた道が246、246で。はいはい、青山通り、そうか。渋谷通って三軒茶屋、二子玉川、でずっと今の246と同じですね。なるほど。あれを歩いてきました。はい、で大山へ来ると神聖な場所ですから、まずこういう滝に打たれて身をきれいにします。その時の浮世絵がこれです。これ江戸時代この滝にすごい人がねめっちゃプールだね。はい、今もやってるんですか？今はねやってないんですが、今日やんなくていいよ。今日はやらなくていいです。はい、はい、じゃあこれからその頃の江戸時代の人たちと道をたどりながら大山に登っていきましょう。100まで行ってでもね、大山やっぱりよく登りますよ。何が好きの大山？いや、大山はね、やっぱり丹沢の中では、丹沢は本当に広くて面白い山なんだけれども、その中では人との関わりのその信仰の山として人との関わりが一番面白い山で、やっぱり道中で歴史を感じさせるものがいっぱいあって、それはね、ここの山ならではの楽しみだなと思いますね。今の絵もすごかったね。いや、本当時代のルークスです。ペーパースカイという旅ライフスタイルの雑誌を20年編集してます。街道がすごい好きだから、街道歩きは旧東海道とか潮の道とか、あれ結構あちこち歩いてる。ここは山だけどすごい街道感というか、そういう人とこう自然な触れ合える場所がすごい強い予感するから、そこが結構面白いですね。楽しみ。三宅岳と申します。山で写真撮ってます。それに付随してガイドブックなんかも書いたりしてます。普段どちらかというと自然を見たり風景を見たり、それを楽しみに登ってきてる。だけど今日は、志村さん、ルカスさん一緒という形で、思わぬところで自然の、中にこれだけ歴史があるよっていうところまで教えてもらいながら、逆にその歴史があるからこの自然があるんだなっていうのを確かめながら、それで登れたら面白いなというふうに思ってます。
江戸時代に、江戸の人口が100万人だって言われた頃に、ひと夏に20万人の人が来た。わあすごいね。だけ多くの人たちが来てたと。 20% の人口でこの道が旧参道と言われています。豆腐坂と今言われてますけど、もともとこのバス通りなんかなくて、この道を歩いて出てきて、それでね階段なんですよこれ。それをもっともっとそのまま埋めちゃったからこんな急ななるほど坂に階段になってる。それでここはですね佐藤大隅さん大隅山荘という宿坊です、さっき言ったように大山へお参り来る人たちは、大山講というね組織を作りました、同じ職業であったり、同じ地域であったりで、お金を出し合って、積み立てをして、その中でお参りに来るということをしてました、その方々をお泊めする専用のお宿がこういう宿坊です。宿坊ね。でそれ一つ一つが独立した神社みたいになってて、中に入ると神殿があって、でここのご主人は船頭師さんと言われていて、まあ神主さんなんです。で北大山港の人たちを大山へつなぐ、でお世話をする、今でいうコンシェルジェみたいなことをやっていたのが佐藤大隅さんで、こういうお宿がこの大山だけに160軒江戸時代にありました。で今はね30軒ぐらいなんですが、まだでもやってる。それでもね30軒ぐらい残っている。それはすごいね。関東大震災があって、山津波でこのまた再び全部海事に来ちゃったんですね、そうしてだけどここだけはねこの一角だけは逃れたんで安政時代の建物が唯一残っている、でもそれ以前のものについては火事でみんな焼けちゃったんで貴重な建物です。じゃあ上に参ります。一応大山はね豊かな大自然とそしてもう一つその豊かな歴史遺産っていうのがありますから、でなかなか歴史遺産っていうのはご存じない方が非常に多いんで、そういう方々に歴史と自然が融合した素晴らしいところという大山の魅力を感じ取っていただければと思っています。これをね布招きと言います、招きというのは招き入れる歓迎札みたいなのありますね、歓迎何々様、あれと同じようなもんで、三星、陸栄光という公社が今この小宮旅館さんに来ていますよってことを表すものだったんです。ですから江戸の時代には夏山7月27日から8月17日の間だけ山頂まで登れましたから、その期間にはこれがいっぱい出てまして、これがたくさん出てれば出てるほどその宿坊は賑わっているということなんです。これ正面玄関、で段がついてますよね。あれ何かというと、カゴに乗ってきた身分の高い人たちが靴を脱がなくてそのまま室内へ入れるように、傘をささずに室内へ入れるように、あそこへカゴを横付けするために一段ああいう式台という台がついてるんです。じゃあ駐車場的な。そうですよ。だからそれだけ格式の高い方が来られたということなんですよ。じゃあいい宿だったね。そうです。町民だけじゃないんですね。大山へ来たのは武士も来られてるし、例えば徳川家光が来てたり、その乳母の春日の局なんて3回も来てるという、そういう格式のあるこういう宿坊があった。でこれも今残念ながらもう廃業しちゃって、こんな空き家になっちゃってる。校舎を作ってた人たちがだんだんなんていうのかな、仕事と職場が離れていっちゃったり、生活様式が変わったから、あれなんですよね、校自体がねどんどん消滅していっちゃってるんですよ。それは普通だったら今の世の中そういうことです。でもまだ30あるがすごいちょっとびっくり。そうなんです。だからそれをなんとかね残そうということで、今でもこれきれいにしたら31できるってこと。そういうことですね。誰か経営する人がいればね。でここからが駒参道という参道です。
大江ですどうもこんにちは。こんにちは。ここのね、はいこれが大山ごまです、はいで、そうね大山には木がたくさん生えてるでしょ、はいはいそれをね加工してお盆だったりお面だったり、はい加工する木地師、はい木の地面の地に師匠の師って書いて、はい木地師さんっていう職人さんがたくさんいました、はいはいでその最後の木地師最若手最後の最若手、今ね4人しか残ってないんですよ。昔何十人もいられたんだけど大山大に、その中の最若手の、はい金子さんです。これよろしくお願いします。江戸時代から。江戸時代から同じもの。中期はい頃から大山に来たお客さんのお参りのお土産とお土産してで買って帰った。入って江戸あたりで子供さんが回したり最初は博打のはいはいはい。サイコロの代わりだった大人がやってたものがなる子供に移って今子供のほど。お正月にはコマとタコでしょ。はいはいはい。そのようになって大山コマというのは独特の形があります。一つ回してみます。あ、まあやってみましょう。はい。はい。ここに親指でかけます。こんな感じ。はい。そしたら下から辛抱に2周巻いてください。はいはい。おお、それで。これ引っ張らないの？投げるだけ？投げるだけ。この紐引っ張る必要ない。引っ張る必要ない。やっちゃう。もう一回やってみてください。ほら。もう一回。ああ、でもなんとなく。なんとなく分かった。分かった。トライトね、もう一度トライしてください。多分17回ぐらいやればいけるから。これを回すことによって、こうだね。人生滞りなくよく回ると言って開運なんですよ。はいここ、はいこうでこれをこうね。はいいいはい。ゴー。はいできたほら。人生大丈夫。回りそう。お父さんは作ってなかった？作ってます。作ってた。おじいちゃんは。私8代目です。8代すごいね。ずっと大山で。そうです。わだからこの大きさのコマはお。木のまま。このくらいの木を。これ何の木を使ったの？これは水木ブナ。あ、いろいろ。いろいろね。以上いいですか？僕はもうずっといてもいいけど、なんか多分。ずっといてコマ作って。いやもうずっとそれもいいね。あとね、もう一つ大山の名物はこのキャラ吹きというですね、バダバーボイルドインソイソース醤油入れただけの吹きというやつで、これもね大山に生えていた吹きを醤油で甘辛く煮詰めて、でそれを修験者っていう山伏の人たちがたくさんいて、その人たちが蛍光食として持って歩いてたので、それが青山の名物となって宿坊でも出すようになりました。ですからこのお店は明治5年ですから、今から150年ぐらい前からここでずっと吹きを煮て提供している、この裏でねお醤油の匂いするでしょ、だから今でも煮て鉄の釜でお醤油だけで煮るという素朴なものです。はい、まあ、ですからそうやって来たというものでございます。はい、ここでコマサンド終わりです。ここね、右側の石段、あれが追分社です。はい、じゃあここでちょっと休憩を取りましょう。で、これね、矢心面金社って言います。大山は大山寺っていう大きなお寺と阿夫利神社っていうものが2つ一緒のところですから、ここの場所は前不動といってお不動産の前で、ここから上は神聖な場所ですよということで、結界って言ってですね、ここから下が不浄のところ、我々庶民が人間が住む、ここから海は神様仏様だけ住む清いところといって、ここにお不動産の前不動というものがありました。で、夜になるとここから上は普通の人は入っちゃダメよと。で追い分け、男坂と女坂の分かれと。で昔は江戸時代までは男坂がメインルートで、女坂っていうのはあくまで体の弱い人だったり
体力のない人が登る道で、ずーっとこんな石段ですから大変なんですけど、でもね近いんです、時間的に、こっちの方が。でもね、大股開きで石段登らないといけないから結構きついんですよ。何個あるの階段？たくさんあります数数えてくる、数えてくるいやーいっぱいありますね。数えた人いないんで、そうか。何であるかっていうのはちょっと分かんないですけど、今日やろうか。こっち行かないですそうか。女坂一個だ。この沢はね、鹿とかですねたくさんいましてね、普通にこんな時間じゃあれですけど、朝早かったり、夕方薄暗くなったりすると自然にいますよね、宮古さんね、この辺ね。半沢は鹿はね、本当に珍しくないんです。いっぱいいる。全部津野祭とかいろんなね、お祭りです。でここをご覧ください。ここね、今あそこしめ縄ってありますよ。これね、女坂の七不思議って言って7つの不思議があるという言い伝えられています。それでね、空海ここ働いてで空海はね、でもともとねあれなんですよ、弘法大師って言われていて、水にまつわる奇跡みたいなのたくさんあちこちで起こしてるんですよ。お坊さんが持つって鉄の輪っかでチャラチャラになる、はい、あれでダーンってついたら水が湧き出して、でその水はどんなあれの時にも枯れることがないというふうに伝えられていて、弘法水という、これが一つのあれになってます。晴れてきましたね。ご利益ご利益。爪切り地蔵って、その昔弘法大師が道具を使わずに一晩で爪で引っかいてこの像を作ったと言われています。だから何事もね、一念発起すれば岩をも削るという、努力すればこういったことも可能になる、不可能なことも可能になるよということを表したものですね。はい。でここで上がってきたこちらが前不動と言いまして、さっきのあれがありましたでしょ、追分社にあったんです、この建物は。はい、で廃仏希釈で一回廃止されちゃってこちらの場所に移されたと。この建物を見てください。これがね八大堂、八大龍神堂と言いまして、これね大山に残る最古の木造建築、江戸時代の初めに建て直されてるんですが、もともとの建物は鎌倉時代からあったと言われていて、三代源実朝というですね、鎌倉幕府頼朝、頼家、実朝っていう3代続いた源家の3代将軍だったあれがですね、時として「優るは民の嘆きなり八大竜王雨やめたまえ」というですね、止水の歌、雨を降るっていうことをお願いする山でもあるんですが、それとは逆に降りすぎると洪水になったりしますでしょ。そういう災いを嘆いて雨を止めてくださいっていうことを読んだと。これ近海和歌集って鎌倉時代の和歌集に残ってるんですが、その和歌を読んだのがこのお堂だと言われているんです。でここはですね大山寺の参道になります。85段の石段があります。大山の歴史はね文献に残るだけで1200年以上あるんですけど、そうです。でもね実際にそのうち1100年以上はお寺としての歴史なんですね。はい。でこちらが大山寺の本堂です。でこれを振り返っていただくとほら。ミュラントが見えます。はい。で振り返ってみてください。これが
大山寺の本堂で上を見てください。あれ宮彫りって言いましてね、木をこうくり抜いた、一本の木からくり抜いた彫刻に見事なものなんですよ。明治の初め、今からもう120年以上前に寺中明王太郎というですね、宮大工が作ったもので、で大山寺が廃止されちゃって不動明が壊されちゃっていう時に、この関東一円という神奈川県の人からお金を募ってこれを建てました。で明治の15年にここにできました。人々の普通は信仰が強かったためにこういったものが立派なものができたと言われています。ずっと登りだから大変ですよ。右手で取ってください。右手で取って左手を洗います。そしたら最後にこの絵をこう清らかにします。はい、でここで戻します。はい、以上です。8段ありまして、こっちだけ数に人間のこれね煩悩の数と同じで。でもね、だんだん上上がってってますから大丈夫ですよ。はい、ここが阿夫利神社の下社という下の社ですね。江ノ島で三浦半島でこっちこう見えるのが東京湾です。ちょうどルーカスさん見てもらえば分かるんだけど、あの辺はね人工的な違う森がね、杉を植えてるのかな、ヒノキを植えてるのかな、多分杉でしょうね。でその手前が同じように常緑なんだけど、ちょっとモサモサっとしたのがいっぱい生えてるでしょ。あれがねモミの木で、丹沢はね特に大山はそのモミの林、それがね非常によく残ってる。で他の地域はこのモミのね森が消えてるんですよ、だいぶ。今日行くところも途中あるんで、そこはねやっぱりこの山の特徴だから見てもらいたい。そうで、モミの木も中に入っちゃうとこうやって外から見た感じが見えないんで、ここから見るとそのいかにもちょっとモミモミモミってしたような感じで、ここから上って杉林もあるんだけども、ここから上はね御神域っつって神様の尊い場所だから木を切っちゃダメよって言われてた、だからこれだけ残ったんですね。丹沢の山の水を引き込んでるんです。とても美味しい。ああやっぱ美味しいな。
れで、こちらがですね、東海門っていう門です。これご覧いただくと分かるように半開きでしょ。半分だけ開いてますよね、門が。分かりますか？1枚開いてないですね。これはね、間違えてなくて、これが開くのは1年のうち20日間だけなんです。7月27日から8月17日までの20日間だけ。で、ここに書いて、そうです。で、日本橋、にあるお花港っていう校舎が、実はここの鍵を未だに管理してましてね。元禄時代から400年間この鍵管理してて、7月27日の開碑の神事っていうの門を開ける山開きの神事はいまだにそのお花校がやってます。散る花って書いて三下って読みます。三下三下六根少女、六根って6つの見る聞く6つの感覚を研ぎ澄まして登ってけという、そういう掛け念仏という念仏なんですね。それを唱えながら登っていくというものでございます。じゃあこれからいよいよ山頂まで登山したいと思います。次です。はい。これもともと一株だったんですが、一株でしょうね。それが分かれちゃったんですね。ちょっと休憩を取りますか。そうしましょう。階段登ってこないで、もうこうぐるっと回って遠回りしてくるとこうぐらい来ます。でそれもね、そこに美濃毛って書いてあるんですけど、美濃毛ってやっぱり昔の宿坊のあったところにも降りることができるし、尾根沿いにずっと歩いていくと、もう小田急線の秦野駅のすぐ近くまで行ける。あとは温泉、何温泉だっけ？鶴巻温泉。鶴巻温泉。はい。そこでいいじゃない。長いよ。明日、今日。長い、5時間ぐらいかかるね。5時間。あ、じゃあ行けるね。このだから石もね書いてあるけど、麓から合力たちが担ぎ上げて、ここまで担ぎ上げて、この石を。あ、これ？ああ、すごいよね。下からずっと思って。1716年だよね。すごいね。大山の山麓にはね、こういう石工の仕事にしてた人たちがかなり住んでたみたい。今もね残ってます、そういう仕事してる人たちが。日向にね、あれいっぱいありますよ。秋山なんとか石材店で、秋山安太郎製材、製材じゃない石材店か。秋山って名詞なんですよ、みんな。今も撮ってるの？石はね、今はね取ってないです。日向石ってね、柔らかいんですね。あれね、表面がねボロボロになっちゃうんで。これは違うんですね。この石はどこから持ってきたか。ただ石切り場の跡もありますよね。今肩に出ました。じゃあ楽だね。そうです。そんなに今までみたいな。最後首はない。首はないですね。大丈夫。こういうね、こういう肩を登っています。ここもね、昔茶店があったんですよ、ここに。
前社ですね。一番のことです、それであそこの奥のところの枠開けると、地下っていうかその下にご神体があると言われています、ただ門外不出なんでご神職といわれる宮司しか見れない、一人しか見れない、この布招きはそうですね。これそうです、これみんなこれはそうです、みんなそれぞれの河の人が奉納していったんですね。あ、そうそう。山越し。まあ今ちょうどたまたまここになってるけども、この柵があるじゃないですか。これは防録柵、まあいわゆる鹿柵っていう柵で、丹沢は本当に鹿による植生被害が多いんで、それでこう大山をはじめ丹沢全山すごく長い距離これが張り巡らされてる。で見てもらえば分かるんですけど、この柵の中と外で下草の生え具合が全然違うっていうのが分かると思います。いかにこっちが食べられてて向こうが食べられてないかっていうのが、だからやっぱり柵の効果あるんだなというのが分かると思います。ただね、写真家泣かせなんですよね、すぐ写っちゃって。さっきの田小屋道のところをずっと行くと、あのまま尾根をずっと行って、それで弘法山とかを抜けて、秦野の駅の近くまでずっとこの山を歩いて行けるの。今度富士あざみ、富士山の代わり富士あざみね、普通のあざみに比べたら随分でかい。これ鹿のでここは今見ると分かるけど、先が2本トゲがあって、これがもみ1本だとね、かやとかそういうのもあるし、そうそう。でただね、もみもこの若いうちは握ると痛いんだけど、年老いてきちゃうとこういうトゲがね、もう柔らかくなっちゃって、トゲもなくなってきちゃったり、握っても痛くなくなったりしちゃう。三脚立ててしっかりがっちり撮りたいところなんですよ、本当は。ちょっと暗いんでね、あれなんですけど、歴史的なところ、思わぬところに人の痕跡がある、宗教のその人の信じてた山だっていうその証があるところが面白い。でそれからもう一つは木の魅力だな。木の形がすごく面白いので、いろんな種類があって、実は東京の近くでもこの丹沢の辺り、
大山はじめとする丹沢って結構グナがあって、それが結構ね頑張った形してるんですよ。もう普通のすんなりした形じゃなくて、ここで頑張って生きてますみたいな、すごい形してたりして、そういう木だとか、あるいは丹沢のこの大山に関して言うともみがすごい、もみの木がね本当にでかいのがどんどんとあって、そのもみの木が取れるっていうのもやっぱりこの面白さじゃないかなというふうに思います。お豆腐が名物なんですけど、もともとね大山にはお豆腐の原料となる大豆がたくさん集まってきました。農家の人たちがお参りに来る時、現金が持ってないからお米だったり野菜だったり大豆だったりそういったものを持ってくるんですね。でその中で大豆って国産大豆っていうのはそんなに大きくですね、芯付きにばらつきがないんで、当時から重宝がられたんですね。で良いお水があるからで良い大豆、あとはにがりだけですから、それで、大山の美味しいお豆腐ができたと。美味しい。人の気配というか、その文化とその自然がすごく交わってるだね、日本は。昔の人でもプールのようにみんな泳いだりとか、バカチ花火みたいもみんなもやったりとか、多分お酒もみんないっぱい飲んだりとかしてて、お祈りに行ってると思うけど、もう多分お祈りと同じぐらい遊びの気持ちみんな昔登ってていいなと思いました。東京住んでるからこの近くに山があるなと思ってて、で上も気温がね全然違かったから、もう本当に山に来たなと思った、すごい楽しかったで。この茶寮石尊を貸し切って、この大山の景色をバックにですね、今日は日本舞踊とこの三味線でですね、最後、コラボレーションで、皆様に楽しんでいただいて帰っていただこうと、そういう企画を立てました。
それで、まず私日本舞踊家の花柳源九郎です。よろしくお願いいたします。はい。で、私が三味線の演奏をいたします杵谷勝十郎と申します。よろしくお願いいたします。今回この長唄の三味線と私の日本舞踊で江戸時代の大山参りを少し再現してみようという試みでございます。手ぬぐいですね。よくご覧ください。みんな必ず身につけております。この手ぬぐい。おそらくこれは、当時のこの生き筋、勇のこの男たちの、粋なアイテムだったんだと思います。でしかもですね、ちょっとご説明をしますと、この手ぬぐいただの手ぬぐいではございません。模様が決まっております。ご覧ください。こういう模様ですね。錦絵と同じだと思います。これははい、こちら模様の名前を豆絞りと言います。豆絞り、つまりですね、皆さん、ご存知のように、絞り染めですね。絞り染め、この絞り染めで豆のようにたくさん絞ってそこに藍を染めるとこのような豆絞りとなります。これがですね、江戸の、勇の男たちの必須アイテムだったようです。はい、それではですね、この江戸の粋のアイテム豆絞りを使いまして、これから飛び頭大工を表現したいと思います。まずですね、この豆絞り、例えば風呂上がりとか、これから仕事に行く時どういうふうに持つか、いろんな持ち方があるんですけれども、このように持ったり、いろんな持ち方が江戸の人はあると思うんですけれども、この大工飛び職は違います。まず2つに折りまして、ただまだこの2つだけではいけません。これを1つ2つとキュッと縛ります。キュッと縛ります。そして下にポンと投げるとまっすぐになるわけですね。このようにまっすぐ、この開いているのは野暮でございます。まっすぐスッとスッとスッと、これが粋なんですね。でこれで粋でこう歩く、いろんなところを歩く。だけどこれだけではまだいけません。これはまだ右手だけです。左手は当時着物を着ておりましたので、このように決まります。はい、この形を野蔵と言っております。諸説あるんですけれども、おそらく野蔵さんという、粋な人が発明したんだと思います。現代でいうスーツとかズボンのポケットに手を突っ込んで歩くようなことだと思います。ちょっと格好をつけるつもりでこの野蔵の形にする。でこれで歩きます。しかしまだこれでは完成ではございません。歩き方、さらに歩き方に特徴がございます。ではちょっとよくご覧ください。足元見えますでしょうか。この歩き方、見えますでしょうか、皆さん。はい、わかりましたでしょうか。この歩き方、ちょっと手で説明しますとですね、この両手、これ足だと思ってください。普通に歩くときはこうですね、こう歩くんです。しかし大工やこの船頭たちは前の足に揃えるようにして歩く。これが、我々が教えられてきた大工であったり飛び頭であったりの歩き方なんです。でこれなぜかと言いますと、実は職業に関わっているわけですね。飛び職と言いますと、つまり、今でいう工事現場ですね。工事現場、今だったらマンションとかああいう高いところですが、当時もお寺、神社、仏閣、また家、さまざまなところの高い足場をですね、トンビのように軽やかに、仕事をすると。だから飛び職というんですけれども、その時にやっぱり幅は広くないですね。工事現場は板の上をですね、細い板の上、一本の板の上を歩かなければならないので、このように前に行くと。わかりますでしょうか。細い板の上を前に。これは自然職業の中で身についたことですので、この3つですね、手ぬぐい、そして野蔵、そしてこの歩き方によって飛
飛び職大工を表現すると、これで完成となりました。はい、さてそれではこの、飛び職たちが、よく言っておりましたこの大山参りをですね、ちょっと、江戸から早速大山の方に、旅立っていきたいと思います。はい、ところがですね、まだ旅立ちません。飛び職はですね、まず江戸の飛び職たちは隅田川、いわゆる両国からずっと向島まで大きくかかっている大川の隅田川でですね、まず身を清めてから大山参りに行ったそうです。それではちょっとそれを表現します。はい、この三味線の音色を聞こえてきました。勝次郎さん、この三味線の音色は何て言うんでしょうか。これは佃の相方という意味です。隅田川の川の流れ、あるいは、屋根船、お船で遊んでるような、そういう表現でございます。流れるような。でそれではこの隅田川にこの飛び職たちが入りましてですね、水堀、身を清めます。例えばこの帯をですね、ほどきまして着物を脱ぎます。裸になるわけですね。そしてこの手拭い、水堀の時はですね、おそらく、このいわゆるねじり鉢巻きですね、頭に巻く、そういう形もよくありますね。死刑にも持っておりますが、首に巻く巻き方をちょっとご紹介いたします。ただ結ぶとこういう風になります。これはね、野暮です。これは我々の世界では、お百姓さんとかいうのはこういう結び方。それではですね、飛びはどういう結び方をするか、ちょっとご覧に入れます。まずこれを、我々の世界でよく七三と花道とかでもよく言うんです七三に飛ぶ。そしてここで首の横で真ん中で結ばずに横で結んで結び上げて、これを肩に、こういう結び方があるんですね。これが粋でございます。はい、それでは、隅田川に入ります。飛び込みます。で、泳ぎます。呪文を唱え、三芸三芸六分少女、三芸三芸六分少女。このように水堀をいたしまして、いよいよ江戸を旅立ちます。この江戸を旅立つ時にですね、非常に、当時流行った歌がございます。それは何という歌なんですかね。まず江戸を立つとなりますと、はい、江戸からこの人たちはおそらく、東海道を少し通ったんじゃないか、そんなふうに、想像いたしまして、はい、江戸を立つ初めは東海道には日本橋から出立するということが多かったというようでございますね。でその日本橋を、七つ立ちというんですけど、七つ立ち、明け方の大体4時前後、4時もう日が明けるか明けないかっていう頃だそうですね。そうなんじゃあ7つというと午前4時当時でいうと、そんなようなもんだそうです。そうなんですね。夜明け前。夜明け前です。はい、で夜明けです暗いですから提灯持ってますよね。ほうほうほう。提灯を持って日本橋をこう出発しますと歩いてますから、はい、ちょうど品川の高輪のあたりでちょうど夜が明けて明るくなってくる。すると提灯を消すっていうようなわけですよね。そのお江戸日本橋の、有名な、ポピュラーな歌詞なんですけども、お江戸日本橋七つ立ち初登り、行列揃えてあれはいさのさ、高輪夜明けで提灯を消すというような、こういう歌詞も粋な歌詞ですね。へえ。じゃあそれにちょっと合わせて、はい、この飛び頭がいよいよ江戸から大山へ出立するところを少しこのお江戸日本橋の曲と私の日本舞踊でご覧いただきます。お江戸日本橋七つ立ち初登り行列揃えてあれはいさのさほっちゃ高輪夜明けて提灯消すこちゃえこちゃえ。このように
いたしました。さて、江戸を出立いたしまして早速着きましたのが飛びますが藤沢の茶屋でございます。藤沢の茶屋は当時大勢の参詣人でにぎわっていたそうです。それではちょっとこのお扇子を使いまして表現します。茶屋娘でございます。もしもしお客さん、団子一ついかが、お茶はいかがでございますか。続いてこのお扇子傘でございます。江戸の町民たちが、大勢集まって大山に行っております。やっと藤沢に着いたが、あと何里あるんだね。何 ?8 里。まだ半分でございますが、さあ皆さん急ぎましょう。日の暮れのうちに。このように少年が行きます。続いてもしかすると江戸城大奥のお局様もお忍びで大山参りに行ったかもしれません。ここは藤沢の茶屋、大山まではあと何里じゃ。そうか、あと8里。そんなら皆の者急いで参ろう。このようにお局様たちは優雅に大山に行ったかもしれません。続いて武士でございます。やっと藤沢の茶屋へ着いたが、ここから先大山までは何里じゃ。何8里。それなれば日の暮れのうちにさようゆかねばなるまい。さあ参れ参れ。このように偉そうに旅をしたかもしれません。または最後おばあさんも大山へ行ったかもしれません。あるけどあるけど大山は遠いな。これここはやっと藤沢。江戸の旅立ち早いつか。大山へはあと何里ございますか。何里8里。もうそれはダメだ。帰りましょう帰りましょうと、このように大山参りを途中で諦める人もいたかもしれません。続きまして着くのが相模川でございます。相模川も同じように川の流れでございます。佃の相方、船に乗ります。船頭さんが乗りして船を漕ぎます。大山へと一目散で駆け行きます。大山に近づきました。雲行きが怪しくなってきました。これは阿夫利神社の元となりました大山の雨降りでございます。雨が止みました。こうしてやっと、大山参りにたどり着くことができました。神社に着きました。無事に大山に参ることができました。はい、
こうして、大山に、無事に参ることができたんですけれども、実はこの飛び頭たちはですね、これで終わりではございません。神社に参りますと、その後よく精進落としということがございます。それを実は名目に江戸へ帰る前に品川の宿において遊女芸者を挙げての座敷遊びをするわけですね。それでは最後にこの飛び頭と遊女芸者の踊りを見ていただきまして、この江戸時代の大山参り終わりにしたいと思います。
女の